こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して車中泊仕様軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の内容もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になってない方はぜひ見てください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回の作業はハイゼットの車両にルーフキャリアとソーラーパネルを設置していきます。作業の流れとしてはまずルーフキャリアを塗装します。塗装したら組み立てていきます。そして車両に乗せる前にソーラーパネルをルーフキャリアに取り付けていきます。最後にソーラーパネルをルーフキャリアに設置した状態で車両にルーフキャリアを固定していくという流れになります。購入したルーフキャリアがこちらになります。Amazon で購入しました。こちらは西郷工業さんのルーフキャリアになります。料金は送料別で 12,604 円でした。送料が約 3,000 円ぐらいかかりました。僕のハイゼット S320V に合うルーフキャリアは全部で5種類ぐらい見かけたのですが、価格の一番安いルーフキャリアを購入しました。理由としては費用を安く抑えたかったのと、自分でチッピングブラックに塗装したかったからです。こちらの商品のリンクを説明欄に貼ってますので、気になる方は後でご覧になってください。それでは一緒に動画を見ていってください。よろしくお願いします。まず最初にルーフキャリアは塗装するので足付け作業を行っていきます。すべて足付けをして塗装してから組み立てることにしました。次に脱脂の作業を行っていきます。宝塗料さんから購入した脱脂剤が余っていたので、それを使って脱脂をしていきます。すべての部品を拭いていって油分を取り除いていきます。次に塗装を行っていきます。色はチッピングブラックになります。ルーフキャリアを組み立ててからだと難しいと思ったので、最初に材料を並べて塗装することにしました。ルーフキャリアの部品は結構量が多くて塗装するのが大変でした。この日は天気も晴れてて乾くのが早かったのでやりやすかったです。ルーフキャリアの塗装は最終的に3回ぐらい重ね塗りをしました。塗装が完了したので、いよいよルーフキャリアの組み立てを行っていきます。ルーフキャリアの組み立ては初めてだったのですが、説明書を見ながら丁寧に作業すれば簡単に組み立てることができるかと思います。説明書はとても丁寧に書かれていて、間違うことなく組み立てることができました。組み立て作業を行ってから1時間ぐらいで完成しました。
組み立て自体はとても簡単です。特に難しいことはないと思います。ルーフキャリアは完成したのですが、車両に取り付ける前にソーラーパネルをルーフキャリアに設置したいと思います。今回購入したソーラーパネルを紹介します。ソーラーパネルはレノジーさんの 100W のソーラーパネルを購入しました。価格は送料が無料で 16,800 円でした。こちらのレノジーさんのソーラーパネルは結論から言うと購入してとても良かったと思っています。使用してから1年ぐらい経ってますが、発電量も落ちることなく快適に使えています。説明欄にリンクを貼ってますので、良ければ後でご覧になってください。ソーラーパネルを置いてみて取り付け位置を決めていきます。ソーラーパネルをルーフキャリアに固定する金具を買ってきました。ソーラーパネルはルーフキャリアに U ボルトを使って固定していきます。U ボルトと専用のプレートも購入しました。さらに安全性を考えてネジロック剤も塗っていきます。ソーラーパネルを設置する位置が決まりました。今仮置きしている部分にソーラーパネルを固定していきたいと思います。マジックやマスキングテープなどを使って大体の固定する位置を決めていきます。固定する U 字ボルトの位置にゴムシートも取り付けます。固定する位置に印をつけて、ソーラーパネルのフレームに U 字ボルトの穴を開けていきます。穴が開いた後にソーラーパネル側に貫通して傷がつかないように板を敷いておきます。穴開けが完了しました。次にルーフキャリアを壁に立てかけてソーラーパネルを設置していきます。U 字ボルトと専用のプレートを使って仮で固定していきます。仮止めが終わりました。次に1箇所ずつネジロック剤を塗りながら本締めしていきます。ルーフキャリアにソーラーパネルを取り付けました。いよいよ車両に設置していきます。説明書にも書いてあるのですが、コツとしてはまず、ルーフキャリアと車両のセンター部分を合わせます。次にセンターを合わせた状態で、6本の足を車両の雨どいの部分に調節して合わせて固定していきます。きれいにセンターがあったら6箇所の足を雨どいに固定していきます。ルーフキャリアの設置が完了しました。あとはソーラーパネルの配線を車内に引き込む作業になります。配線はバックドアの左側から引き込むことにしました。配線を伝って水が車内に入ってこないように、配線は一旦下まで持ってきて、そこから車内に引き込むことにしました。とりあえず左下の方から引き込みました。
配線は両面テープで固定していきます。とりあえず全ての作業を完成させることができました。取り付けたルーフキャリアとソーラーパネルはこのような感じになっています。塗装がきちんと塗られていない部分は後日修正して塗っていきます。ソーラーパネルの配線には配線カバーを取り付けました。ソーラーパネルはしっかりとルーフキャリアに固定されています。ルーフキャリアはチッピング塗装をしました。個人的にはとても気に入ってます。ということで今回はソーラーパネルとルーフキャリアの取り付けでした。初めての作業でしたが問題もなく取り付けることができてよかったです。これからルーフキャリアやソーラーパネルの取り付けを行う方の参考になれば嬉しいです。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次の動画も見てください。